れないでしらす。いるといいわね、光クジラ。ああ、子供の頃からの憧れだからね。光クジラが待ってるよ。行きましょう冒険よ。ちくしょう、こう暑くちゃ眠れやしねえや。昼間っからそんなとこで寝てるからだよ。赤道に近いんだからね、ここは。ああ、俺だってこんなとこで寝たかねえんだよ。くそ、なんだって言ったい。たくなんてこったい。お昼だよ。おお、サンキュー。食べてる間僕が代わるよ。おおじゃあちょっと。腹減った腹減った。それではじゃあ。トーマス、これは一体なんだ？何って、それはパンケーキだよ。シェリルさんが作ったんだ。ああ、本当にもう、なんでまたこの腕前で炊事当番なんか引き受けるんだ？ああ、こんなもん食えるか？どう？おいしい？もっと焼きましょうか？もちろんでございますとも。もう一つおかわりを。そう、じゃあもっと小麦粉取ってこよっと。確かに見かけほど味は悪くないんだけどよいしょっと。シェリル、似合うぜ、そのエプロン姿。何よ、またいつものパターン？その家庭的な姿は今の俺には眩しすぎるぜ。シェリル、幸せになるんだぜ。見えてきたぞ、本物諸島だ。今度こそ光クジラとご対面と行きたいもんだ。おいゲイル、お前の言う通りこんなとこまで来たんだが、本当にその話はガセじゃないんだろうな。ようゲイル。なんだお前、昼間っから酔っ払ってんのか？酔ってるだと？冗談じゃねえや。今の俺の魂をしびれさせるにはこれっぽっちの酒じゃ足りねえぜ。何言ってやんだよ、またわけのわからんことを。心配ねえ、情報源は確かだ。俺は確かに聞いた。コモロの海には光る魔物と呼ばれる化け物が住んでいると。光る魔物？そいつはその昔この辺りを通る船を沈めまくった。それで？それ以上のことは知らねえ。なんだ。あいにく俺様は宝探し専門なんでな。そういう化け物探しの情報には興味なかったんだ。化け物探し？あのね、光クジラっていうのは。心配するな。俺にその話を聞かせてくれた野郎を紹介してやるからよ。ああ、頼むよゲイル。今度こそ光クジラに出会えるといいわね。とんだピエロの役回りになっちまったな。ま、それもいいけどよ。なんか変だね、ゲイルさん。いつもとポーズの付け方が違う。ここだぜ。どうしたゲイル？魚の化け何これ？魚の剥製だ。すごい顔してる。はあ、こりゃシーラカンスだ。その通り。そいつは正真正銘生きている化石シーラカンスの剥製だ。アンジュはてめえいつからこの店にあんな薄気味の悪いもんを置くようになったんだ？相変わらず口が汚いね、ゲイルの旦那。で、オーストラリアじゃ何か収穫があったのかい？あれはただの観光旅行だ。
観光旅行と来やがったか。笑わせてくれるね。笑えよ、構わねえから。ああ、全く世界中の人間から大笑いされたい気分だぜ。なんだ？熱でもあるんじゃねえのか？いや、それより誰なんだい？おう、紹介しよう。海洋生物学者のスコット・シンプソンとそのお仲間たち。それにその輝くばかりに美しいご婦人はイギリスの生んだ世界の宝、シェリル・クリスティーナ・メルビル、その人。こっちはアンジュアン、この店の主人だ。はじめまして、アンジュアンさん。少しご協力をお願いしたいのですが。今度はどういう金儲けなんだよ。光る魔物？確かに聞いたことはありますよ。ここへ来る漁師たちが喋っているのを何度か耳にしたことがある。けどありゃ年寄りのヨタ話と思いやしたがね。光る魔物に船沈められたっていう漁師のじいさんがいたろう。ほら、俺がタンザニアの黄金神殿を探し損ねてここへ寄った3年前だよ。あれか。そうか、あれか。ちょっと待ってください。その光る魔物が船を襲ったというのは？確かにそういう話だったよ。光クジラが船を？父さん、光クジラがそんなに凶暴だなんて。確かにクジラが船を襲ったという記録もあるにはあるんだが。おいおい、クジラと喧嘩じゃ到底太刀打ちできないぜ。その老人に当時の話を聞けばもっと詳しいことがわかるかもしれない。対策も立てられるかもな。ということだ。じいさんの居場所を教えろ、アンジュは。じいさんと話をしたいね。そうね。こら、もったいつけるんじゃねえよ。いや、そうじゃねえんだよ。おいらの力じゃじいさんには合わせてやれねえんだよ。そんな、どうして？いや、じいさんあの後ぽっくり死んじまってさ。それじゃダメじゃない。また出直しか。しかしだ、なぜか船の襲われた場所を知ってるんだな、この俺が。どこそこ？まったくなんて野郎だ。鼻からそういやいいじゃねえかよ。ほら、これでどうだ。毎度内気なたちで催促なんかできなくてよ。どこが内気だ。ここだよ。急激に深くなっているな、この海底地形は。昔この辺りに海底火山があったとかなかったとか、それに洞窟も5万とあるらしいよ。酒場の主にしちゃ妙なことに詳しいな、お前さん。なに、ここらには学術調査の学者さんたちがよくシーラカンスを捕まえに来るんだ。その受け売りさ。あの魚をこの辺りの海で？シーラカンス、恐竜よりもはるか以前に地球上に現れた太古の魚。このコモロ諸島は世界でただ一つシーラカンスの生息が確認されている場所なんだ。じゃあ光クジラだっていてもおかしくないわね。いや、まあそう甘くないだろうが。可能性はあるよね。魚の話で盛り上がってやがる。やだ。ゲール、ありがとう。確かに役に立ちそうな情報だったよ。光クジラを発見したら学名にゲールの名前をつけてくれるかもね。魚になんかこの俺様の名前をつけられてたまるかい。ここだ、運転手さん。いやー、こんなところでございましたか。どうしたい？町に用事があるとか言ってたが済んだかい？つつがなく。よし、準備ができ次第出発しよう。なんだい、もう行っちまうのかい？アンジュアンさん、貴重な情報をありがとう。感謝します。どうも。さよなら、アンジュアさん。それ、しっこで。ノーベル賞は目の前よ、先生。生きがいを持ってる野郎は得だぜ、まったく。ゲールさん、これをご覧ください。なんだよこれは。先日お嬢様が壊してしまった飛行機を弁償させていただきたいのです。どうぞどのタイプでもお選びください。さあどうぞ。ゲールさん、どうされました？
俺は飛行機なんかよりもっと大切なもんを失ってしまったんだぜ。それは一体何でございましょう。それも弁償させていただきます。ちょっとゲールさん。ナナミトーマス、もやいを解け。オーキードーキー。あ、そうだねえゲール。ん？どうした？ちょっと待って。なんだよ。はい。おい、何の真似だよこれは。さっきアンジュアンさんに情報料を払ってたでしょ。あなたがそのお金を出す理由がないわ。あんたにはあるのかい？でも今のあの人にはお金のことなんか全然思い浮かべられないのよ。本当に光クジラのことしか頭にない人だから私みたいな人間でもちょっとは面倒見てあげなきゃって思ってしまうあの人と来やがったか。あの金はお前たちへの選別のつもりだったんだが、まあいいや、こいつはもらっとくとするか。アバよ。ね、アバよって。俺は魚が苦手なんでね、やっぱり空に生きることにする。ゲール、一体どうしちゃったっていうのよ。何やってんだセリル、早く渡り板をあげろ。でもよう、手頃な飛行機の出物はねえかい？そういう情報はまず前払いでいただきたいね。水深がかなり深くなってきた。この辺りだ。いよいよだな。いよいよ本番。スクイドボール、今日は死ぬ気で頑張んなさいよ。電源も酸素も満タンだ。いつでも出られる。何か。これはルコント博士でいらっしゃいますな。こうしてお目にかかれるのを楽しみにしておりました。あなた方は一体。左前方異常なし。右前方も何もなし。あなた方もしつこいですな。この件に関してはきっぱりお断りしたはずですが。いやいや、そうおっしゃらずに。先日は代理のものを使ったりして申し訳ありませんでした。本日は私どもが我が国際南極財団の趣旨を説明させていただきます。我が財団は未だ開発率の低い南半球の海洋生物の保護研究を目的としております。そしてその活動の主な舞台があの広大な南極南氷洋なのです。場所こそ南氷洋ではありませんでしたが、あの古生代よりの生き残りシーラカンスの発見がございましょう。そのようにまだまだ我々の知らない生物が存在しているかもしれない。ご存知のように海は未知のものを数多く残しておりますれば、ましてまだほとんど人の手が入ってない南極となれば。で、ここはぜひルコント博士にもこのプロジェクトへご参加いただきたいと思いまして。私はもうフィールドワークには。博士が研究室に戻られたばかりだとは存じております。しかし博士のようにデスクワークとフィールドワーク双方の経験を積まれた貴重な人材と、私どもの最新設備をもってすれば新種の海洋生物、そう、新種の海洋哺乳類を発見する可能性があるのですぞ。もう結構。お引き取り願いましょう。はて。
なぜこんな真似をする？何がって、あの妙な双子の学者を送り込んだことだ。妙なだなんておやめください。彼らはまともな学者です。確かに我が GMC が財政的な支援をしておりますけどね。どうして私をそっとしておいてくれないんだ。あの北極海でのバカ騒ぎ、もううんざりなんだ。博士のご自宅のコンピューター、まだこちらとオンラインでつながってますわね。何？なんだ？何のつもりだ？見ていただきたいデータがありますの。お話はそれからということにしましょう。だから何だと言うんだ。これはいかがです？人工衛星からのデータ、その他集められる限りのものをスーパーコンピューターで解析した結果がそれです。これはまさかこんなことが。再び船出の季節が来たことをお分かりいただけたでしょうか、ルコント博士。なかなか見つからないね。同じところを行ったり来たりだ。よう、何か反応はないのかい？鳴き声がするとかさ。まあ気長に行こうぜ。俺たちの時間だけはたっぷりあるんだからさ。たっぷりね。鳴き声だ。キャッチしたぞ。ダメでしょティコ。今一番大変な時なんだから。ソナーのそばには近寄らないこと、分かった？ねえアル、こうしていてもしょうがないわ。とりあえずスクイドボールで潜ってみたら？ああ、そうだな。何か手がかりが見つかるかもしれないしな。ある？それは私にやらせてくれないか？おう。海底に着いた。深度350メートル。噴出した溶岩が形作った不思議な地形が見える。生き物は？父さん、何か動いたりしてるものはないの？いや、ナナミ、それはまだだ。もう少し海底に沿って東へ移動してみる。海底洞窟があった。アンジェラさんの言った通りだ。中へ入ってみる。気をつけて、父さん。すごいものを見つけたぞ。いたの、父さん。光クジラがいたの。いや、すまん、そうじゃない。残念ながら光ってはいないな。シーラカンスだよ。2メートルはある大物だ。まったく見事なものだ。これだけでもこの深さまで潜ってきた甲斐があったというものだよ。光クジラじゃなかったのか。でも父さん、とっても楽しそう。ああ、根っからの生物学者だな、やつは。見てみろ、このほのかな輝きを。光クジラは確かにこの海にいるんだ。それがたとえ光る魔物と呼ばれる怪物であろうとも、私はこの目で見てみたい。はるか3億年前に絶滅したはずの古代魚シーラカンスがこの海の底に生きていたんだ。光クジラもきっとこの海のどこかに生きてる。そうだね。なあスコット、ん？明日からスクイドボールはお前に任せた。
光クジラに真っ先に出会うのはお前さんだ。頼んだぜ。ある。父さん、しっかりね。ああ、必ず。見て、海があんなに光ってる。光を追って深海を目指した父さんを襲う謎の怪物。父さん、光クジラじゃなかったの？次回、スコット応答せず悪魔の住む海。絶対見てね。夜空見上げよう。なぜか眠れない夜は星のささやきが聞こえる気がする。迷わずに信じていたら願ったことはいつか